皆さんこんにちは。今回はサンライズ瀬戸を使って香川県の高松市に行ってきました。寝台で個室寝具に乗ってみて思ったこと、部屋の広さとか有名なシャワーカードの争奪戦のことなど、実際乗ってみての感想を話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴をよろしくお願いします。私は東京駅から高松駅まで乗車しました。運賃は乗車券の他に特急料金、寝台込みのものが必要で、最も一般的な B 寝台個室シングルの場合は片道2万3000円程度となります。東京駅を出発したら途中駅、横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山、そして小島境で高松の順に止まります。サンライズ出雲は岡山から出雲市駅に向かいます。東京を出発するのは21時50分です。高松には7時27分着、出雲には10時到着となります。シングルの部屋は1畳ほどの広さの部屋にベッドとその他ちょっとした設備があって、例えばコンセント 2A まで使える 100V のコンセントがあります。それから照明を消したりするスイッチ類があります。あとはスピーカーです。車掌さんの声はここから聞こえてきます。あとお弁当とかカメラとかちょっとしたものを置けるような机があります。とエアコンがあったり、足元のヒーターがあり、これがとても暖かいです。部屋の高さは150センチくらいで、私も何回か頭をぶつけました。とても痛かったです。荷物を置くスペースはそこまで広くありません。なので大きい荷物はちょっと置きづらいかもしれません。幅35センチぐらいのキャリーケースがギリギリ入りました。ベッドはわりかし長めで、寝心地はマットレスくらいの感じなので硬いです。長さとしてはだいたい190センチちょっと2メーター近くはあります。ただ身長175センチ、体重秘密の私はちょっと膝を曲げないと寝ることができませんでした。というのも、先ほどあったちょっとした物置が出っ張っていて、枕から机までの高さが25センチぐらいしかないため、頭を入れると朝忘れてて起きた時、多分顔面をぶつけると思います。そのため膝を曲げて寝ることになりました。ベッドの幅は広いところで70センチくらい、狭いところだと60センチぐらいになります。余裕を持った寝返りをできる広さではないようです。布団の上には寝巻き、ガウンみたいな寝巻きと枕、それから掛け布団が置いてあります。私は寝巻きは使いませんでした。ここで駅で買ったシウマイ弁当を食べます。サンライズ瀬戸の車内販売は食べ物はありませんので、あらかじめ購入が必要です。そして机に置いて食べると背中の方に進行方向が向きますので少し酔います。なんでベッドで正座をして食べることになります。窓枠のところに置けなくもありませんが、ベッドの上に落ちると大変なので正座が無難です。ご飯を食べたので車内見学をします。まず扉の鍵ですが、鍵状のものがあるわけではなく、数字で毎回鍵をかけていきます。そしてこの通路、なかなか狭いということもあり、幅の広いキャリーケースは通してくるのが大変かもしれません。数字で見ると60センチほどの幅となっています。幅が狭く車両が揺れているので、夜中他のお客さんが壁ドンならぬドアドンをしてきます。2回ぐらい目が覚めました。私が乗った1号車はダブルデッカー、いわゆる2階建ての車両となっており、下の階が1から11、上の階が21から29の部屋番号となっています。2号車寄りの方にトイレが2個、そして洗面台も2箇所あります。あと洗面台にはコンセントがついています。朝ひげ剃りするときにここのコンセント使えそうです。あとは歯磨きするときに気づいたんですけど、飲料水ではありません。歯磨いた後
仕上げをしたくて私は水のペットボトルでうがいしました。3号車まで来ました。3号車には共用ラウンジがあります。大きい声で話さないように気をつけましょう。ただ夜なんで外は何も見えません。あとシャワーカードの販売機があります。これ24時に見に来た時には売り切れていました。あとは水とかのペットボトルが、飲料水が売っています。アルコールはありませんでした。ソロの部屋が1部屋空いていたので中を見させていただきましたが、シングルから荷物置き場を引いたぐらいの狭さで、ダブルデッカーじゃないので階段分の出っ張りがあります。荷物とかどうやって置くんでしょうね。深夜になったので部屋の電気を消して寝ます。走行中、暗い街中を走っている時は全然気にならないのですが、途中駅とかに着くと駅が眩しくて目が覚めます。なので完全な遮光性ではないんですけど、このブラインドを下ろすとだいぶマシになり、明るさが気にならなくなります。私が乗り物酔いに弱いというのもあるのかもしれませんが、ずっと入れてるので酔います。あと禁煙室なのにちょっとタバコの匂いがして、それが酔いを加速させます。高松到着の2時間前になったので準備をします。まずはシャワーを浴びます。で、このシャワーなんですけど、シャワーカードをゲットする必要があります。21時50分出発の電車なのに、私は8時から乗車口にスタンバイしていました。見ていたら8時20分には1人目のお客さんが、そして9時10分前にはだいぶ行列になっています。シャワーカードは20枚くらいの販売数と言われていますが、21時半に電車が入線した時には多分それくらいの人は並んでいました。シャワールーム使用中の時は近くのラウンジの席に座って待ちます。そして前のお客さんが終わって出てきてもすぐに使えるわけではなく、湯沸かし時間約5分ほどが必要なようです。中の設備はドライヤーくらいしかありません。あとはシャワールームにシャンプーとボディーソープ、あと固定ができる高さが変えられるシャワーがついています。準備ができたらカードを入れてくださいという表記に変わるので、ここでカードを入れて、そうするとシャワーをご利用いただけますとなります。これで部屋のロックを解除してしまうと、その時点でシャワーが使えなくなりますので注意してください。シャワーは出したり止めたりして計6分間使用できます。シャワーの水圧そんなに強くないです。歯磨きを終わらせていつでも下車できる準備ができたら、瀬戸大橋からの眺めを楽しみます。瀬戸内海のとても綺麗な朝を見ることができます。ただし残念ながらもやがかかっていました。穏やかな水面の瀬戸内海を見て思うことがあります。ここに美味しい魚がたくさんいるんだなぁと。今回サンライズ瀬戸を使ってみて、移動時間を夜に回すことによって朝から楽しめるとかメリットは大きかったです。ただ酔いがどうしても耐えられなかったです。これが一番嫌だったかな。あとはシャワー。記念としてはいいかもしれませんが、都内の漫画喫茶に行った方が効率的かもしれません。安価で寝ている時間に移動ができて、朝から香川で遊べるサンライズ瀬戸はとてもいい移動手段だと思いました。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。サンライズ瀬戸で香川に行ってみたくなった方はコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。